こんにちは。食べ物まるっと研究所です。今回は納豆の体への影響についてお話しします。納豆が健康にいいものは知ってるけど、毎日食べ続けたらどうなるの？食べ過ぎたらデメリットはあるのかな？どれくらいの量食べるのが効果的なの？気になることも多いですよね。今日はそんな納豆について、毎日食べると体がどうなるのか、食べ過ぎた場合のデメリット、健康効果を最高に引き出す食べ方をご紹介します。お話しする内容は専門機関の研究や論文をもとにしています。納豆で健康な体を作る際の参考になれば嬉しいです。それでは納豆を毎日食べるとどうなるのか、納豆の健康効果からいってみましょう。納豆の健康効果一つ目は生活習慣病の予防です。納豆には納豆キナーゼという酵素が含まれています。納豆キナーゼには血液をサラサラにする効能があって、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの血栓を溶かす効果があるので、血管系疾患の予防効果が期待できます。ちなみに脳梗塞などの緊急時に使用する血栓溶解薬より、納豆キナーゼの方が血栓を溶かす作用が強かったという研究結果もあるくらいです。また認知症の原因の約2割は脳血管の障害によるものなので、納豆キナーゼにより認知症の予防も期待できます。そして血の巡りがスムーズになることで、肩こりや冷え性の解消にも効果的ですし、高血圧の予防にもなります。さらに納豆に含まれているカリウムも余分な塩分を排出してくれるので、血圧を下げる働きが期待されています。納豆の健康効果2つ目は、美容効果やがん予防です。納豆には食物繊維が豊富に含まれます。また腸内の悪玉菌を減らして、善玉菌を増やす働きを持つ納豆菌が含まれています。腸内環境が整うことで便秘の解消やダイエット効果、美肌効果が期待できます。また免疫力アップにもつながるので、がん予防にも効果が期待されています。納豆の健康効果3つ目は骨粗鬆症の予防です。納豆にはビタミン K が多く含まれています。ビタミン K にはカルシウムの骨への吸収を良くする働きがあると言われています。なので骨粗鬆症の予防に有効です。納豆1パックでビタミン K の1日の目標摂取量を補うことができるのが嬉しいですね。ちなみに1日1パック以上の納豆を食べている人は、納豆を食べない人より骨折する確率が 44% も低かったという結果が出ている研究もあります。また閉経後の女性は骨粗鬆症になりやすいと言われています。これは女性ホルモン分泌の低下が原因です。納豆には大豆イソフラボンという女性ホルモンに似た働きをする栄養素が含まれています。効果に個人差がありますが、骨粗鬆症の予防に役立つとされる研究もあります。納豆の健康効果4つ目は、女性ホルモンが整うです。納豆の原料である大豆には大豆イソフラボンが含まれています。大豆イソフラボンには女性ホルモンのエストロゲンに似た働きがあります。エストロゲンは美肌や美髪、自律神経の安定などに効果があります。大豆イソフラボンにはエストロゲンが少ないときはそれを補い、過剰なときはそれを減らす役割があり、体の調子が整います。特に閉経前後の女性はホルモンバランスが崩れ不調をきたしやすいです。更年期障害なんて呼ばれますよね。その時期に納豆を摂取することでホルモンのバランスが整うので効果に個人差はありますが、更年期障害の予防に役立つとされる研究もあります。ただし効果が認められなかったという研究もあるので、今後の研究結果にも注目していきたいです。納豆の健康効果5つ目は、体の中からきれいになるです。納豆には健康的な肌や髪の材料となる良質なタンパク質が含まれています。筋肉の材料となるタンパク質でもあるので、運動後の筋肉量アップに役立ち、基礎代謝を上げ、ダイエットをサポートしてくれます。また必須アミノ酸をバランスよく含んでいるので、美肌や美髪にも効果的です。そして特に高齢者の方はタンパク質が不足すると免疫力が下がり感染症にかかりやすくなったり、筋肉量が減って転びやすくなって骨折などのリスクも上がってしまいます。手軽に食べられる納豆で良質なタンパク質を摂れば健康な体を維持することができますね。このように納豆には様々な健康効果があり、毎日食べることでその健康効果も高くなります。でも食べ過ぎには注意が必要です。
また薬との兼ね合いで納豆が食べられない場合もあります。そんな納豆を食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。納豆のデメリット一つ目は、痛風に注意です。納豆には痛風の原因となるプリン体が含まれています。プリン体は体内で尿酸になって排出されますが、尿酸が過剰になると尿酸塩となり、関節に蓄積していきます。それが痛風です。納豆1パックに含まれるプリン体は 50mg 前後。プリン体の摂取量は1日 400mg までが目安となっています。納豆で言うと7、8パック程度です。それだけの納豆を食べるのは逆に大変ですよね。なので納豆だけを食べるのであればそこまで問題ではありませんが、納豆以外の食事にもプリン体は含まれています。そこを考えずに過剰に納豆を摂取していると、痛風の危険性が高まるので注意が必要です。納豆のデメリット2つ目は、女性ホルモンのバランスが崩れるです。基本的に大豆イソフラボンは女性ホルモンのバランスを整える働きを持ちます。ただ、大豆イソフラボンを過剰に摂取すると、逆に女性ホルモンのバランスが崩れてしまうことがあります。過剰摂取した場合、女性は生理不順が引き起こされたり、皮脂分泌が活性化してニキビや肌荒れが起こりやすくなることがあります。また体調不良や髪質の悪化にもつながるので注意が必要です。納豆のデメリット3つ目は肥満の原因になるです。納豆は体にいいからと摂りすぎるとカロリーオーバーとなってしまって肥満の原因になります。納豆は1パックあたり約60から70キロカロリーあるので、一度に大量に食べた場合、他の食事のカロリーと合計するとカロリーオーバーになってしまうことがあります。納豆のデメリット4つ目は下痢の原因になるです。納豆には不溶性食物繊維が多く含まれています。適正量摂取であれば便秘改善に期待ができますが、過剰摂取は下痢の原因になってしまいます。特に過敏性腸症候群の人は注意が必要です。納豆のデメリット5つ目は認知症リスクが上がる可能性があるです。大豆イソフラボンは認知症予防に効果があります。ただし摂りすぎると逆に認知症リスクが上がる可能性があります。大豆イソフラボンの摂取量が多すぎる人は少ない人と比較して認知症リスクが 1.51 倍高いという研究結果が国立がん研究センターから発表されています。納豆のデメリット6つ目はワーファリンを服用している人は注意です。血をサラサラにする薬であるワーファリンを服用している人は納豆を大量に食べてはいけないということです。ワーファリンは血を固まりにくくする薬の一つです。納豆にはその効き目を下げる作用のあるビタミン K が多く含まれています。ビタミン K を大量に摂取することで薬の作用が弱まる恐れがあるので、ワーファリンを服用している人は納豆の大量摂取は避けた方がいいです。納豆を食べる際には医師に相談してください。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。1日2日納豆を摂りすぎたからといってすぐに健康被害が出現するわけではないです。ただ長期的に食べ過ぎると体に影響がある場合があります。それでは納豆の適正量はどれくらいなのか。内閣府の食品安全委員会によると、大豆イソフラボンの安全な1日摂取目安量は上限値70から 75mg と言われています。納豆1パック 45g あたり 36mg の大豆イソフラボンが含まれているので、納豆2パックで1日の摂取目安量範囲内ということになります。他に豆乳や豆腐、厚揚げ、味噌にも大豆イソフラボンは含まれています。納豆の他にも大豆製品を摂取するようであれば、トータルの摂取量にも注意が必要です。適正量を守って最大限効果を引き出していきたいですね。次に納豆の健康効果を最高に引き出す食べ方をご紹介します。まずは納豆を食べる時間帯はいつがいいのか。納豆は朝に食べる？夜に食べる？お昼ご飯に食べる人もいますよね。食べるものが同じでも食べる時間が違えば体が受ける影響も変わってきます。まずは納豆を朝食べる場合です。納豆には良質なタンパク質と脂質が豊富です。朝食べると午前中から代謝がアップするのでダイエットに効果的です。体温をキープしてくれるので冷え性にも効果がありますし、体温上昇、代謝アップにより運動の効率化にもつながります。
朝はあまり食べられないという人でも、納豆であればさらっと摂取できるのでおすすめです。次に昼に納豆を食べる場合です。お昼をたくさん食べると午後眠くなっちゃう。そう心配する人も多いと思います。だからこそ、お昼に納豆を含むタンパク質を多めに摂取し、炭水化物の量を減らしてみると、午後眠くなりづらいです。また、納豆に含まれるアミノ酸の一つであるトリプトファンは、体内でセロトニンに変化します。セロトニンは通称幸福ホルモンと呼ばれます。セロトニンに変化することで、抗ストレス、リラックス効果が期待できます。そしてなんと、セロトニンは夕方から夜にかけてメラニンに変化します。メラニンは睡眠を促す効果があるので、夜しっかり眠りたいという人は、昼に納豆を食べるのがおすすめです。最後に夜に納豆を食べる場合です。納豆には豊富にビタミンが含まれます。その中でもビタミン B 群は、成長ホルモンに働きかけ、肌修復のお手伝いをしてくれる効果があります。夜間は肌のゴールデンタイムとも言われますよね。そのお手伝いを納豆がしてくれるんです。美肌に近づくことができます。成長ホルモンの分泌に効果的なので、お子さんも夜に納豆を食べるのがおすすめです。ただし、寝ている間は代謝量も減りますよね。納豆は栄養が豊富なので、夜間のうちに消費しきれない可能性もあります。食べ過ぎは肥満につながってしまいますので注意が必要です。このように納豆をいつ食べるかによって期待される効果が変わってきます。ただ、いつ食べても体にとっていいことがあるというのは変わりません。自分がどんな効果を期待しているのかに合わせて食べる時間を考えていくといいですね。次に食べ方の注意点をお話しします。食べ方の注意点一つ目は、納豆は熱に弱いです。納豆に含まれる納豆キナーゼは熱に弱い性質を持ちます。50度以上で効果が薄れ始め、70度以上では死滅してしまいます。熱々ご飯に納豆を入れて食べたい。美味しいですよね。でもその食べ方では納豆で得られる効果が十分ではなくなってしまうんです。どうしても熱々ご飯が好きという人は納豆とご飯を別盛りにするといいですね。また熱に弱いからこそ加熱して食べるのもできれば避けた方がいいですね。納豆チャーハンや納豆汁などなど美味しいですよね。納豆のネバネバ感が苦手という人でも加熱をするとネバネバ感が薄れるので食べやすいです。ただそのネバネバが納豆の栄養の元でもあります。ネバネバがなくなることで納豆で得られる効果を低下させてしまうことになります。なるべく加熱せずそのままの状態で納豆を摂取していきたいですね。食べ方の注意点2つ目は、生卵を合わせるときは卵黄のみをです。納豆プラス生卵。よくある組み合わせですよね。どちらも良質なタンパク質が含まれるので栄養満点です。ただ、生卵を合わせるときには注意が必要になります。納豆にはビタミン B 群の一種であるビオチンという成分が含まれます。このビオチンはコラーゲンの生成を助ける働きや新陳代謝を促進する働きを持っていて、美肌効果や頭皮の血流促進が期待されている成分です。でも生卵の白身に含まれるアビジンというタンパク質の一種と一緒に摂ると、ビオチンの吸収率を妨げてしまうんです。納豆の成分ビオチンと生卵の成分アビジンを一緒に摂ると、成分同士が結合し、ビオチンの効果が発揮されることなく体外に排出されてしまいます。もったいないですよね。だからこそ、ちょっと贅沢ではありますが、納豆を卵と組み合わせるなら、卵黄だけとすると、ビオチンの効果を害することなく、美味しく摂取することができます。次に納豆と相性のいい食材をお話しします。納豆は単体で食べても美味しいですが、合わせることでより効果を期待できる食材もたくさんあります。納豆と相性の良い食材一つ目はキムチです。キムチは納豆と同様に発酵食品の一つです。納豆は納豆菌、キムチは乳酸菌。それぞれの菌が相乗効果を生み、腸内の善玉菌の活性化につながります。腸内環境が気になる人、便秘がちな人におすすめの組み合わせです。納豆と相性のいい食材二つ目はネギです。納豆にネギを入れるのが好きという人も多いですよね。納豆に含まれるビタミン B 群は糖質をエネルギーに変える働きを持つので疲労回復効果もあります。ネギにはビタミン B 群の働きを助ける効果が期待できます。
納豆の持つ疲労回復効果をよりアップさせてくれるので、疲れた時におすすめの食べ方です。ネギはどんなネギでも OK です。納豆と相性のいい食材3つ目はチーズです。チーズも納豆と同じ発酵食品です。乳製品であるチーズには鼻や喉の粘膜の保護を助け、抗酸化作用もあるビタミン A が豊富に含まれます。腸内環境を整える効果のある納豆を一緒に食べることで免疫力アップが期待できます。納豆チーズトーストもおすすめです。納豆と相性のいい食材4つ目はアボカドです。アボカドは納豆に含まれないビタミン C を補える納豆と相性のいい食材です。ビタミン E による抗酸化作用もあるので美肌効果も期待できます。肌荒れが気になるなど肌の状態が気になる人におすすめの食材です。納豆とアボカドを和えるだけなので簡単に食べられるのも嬉しいです。納豆と相性のいい食材5つ目は山芋です。山芋にはジアスターゼやアミラーゼといった消化酵素が含まれます。これらの消化酵素が納豆に含まれる栄養の吸収を助けてくれるので、効果的に栄養を摂ることができます。ただ酵素は熱に弱い性質を持つため、生のまま食べるのがおすすめです。納豆と相性のいい食材6つ目はオクラです。オクラは納豆同様栄養豊富です。特にビタミン群、ミネラルが豊富で、カリウム、ベータカロテン、マグネシウム、カルシウムが多く含まれています。ベータカロテンには抗酸化作用があるので、老化防止、髪、皮膚の健康保持に効果があります。また、ミネラル類には高血圧予防の効果もあります。ネバネバ成分はムチンと呼ばれ、疲労回復、成長作用、アンチエイジング効果があります。納豆とオクラ、ネバネバ同士なので、より効果が期待できる組み合わせです。最後に粒納豆とひき割り納豆の違いもお話しします。スーパーなどでは様々な種類の納豆を手に入れられますよね。大きく分けると小粒、大粒などの粒とひき割りだと思います。ひき割り納豆は出来上がった納豆を細かくしたものと思っている人も多いのではないでしょうか。実はひき割り納豆と粒納豆は製造工程から差が出てきます。ひき割り納豆は大豆を煮る前に皮を取って細かく砕いていきます。出来上がってから砕くのではなく、最初の段階で砕いているんですね。栄養的にはそこまで大きな差はありません。ただ、ひき割りの方が若干ミネラル類が多く含まれるので、アンチエイジング効果を得たい人、骨を強くしたい人におすすめです。また、ひき割りは粒に比べて表面積が大きくなるので、その分納豆菌もまんべんなくかかっています。ひき割りの方がネバネバしやすいということを考えると、納豆キナーゼの量にも若干の差があることがわかります。生活習慣病を予防したいという人にもおすすめです。ただ、粒納豆もひき割り納豆も体に必要な栄養素が豊富という点では変わりありません。まんべんなく栄養を補給して納豆の効果を得たいという人は、粒納豆でもひき割り納豆でもどちらを摂取しても問題ないです。自分の好みに合わせて納豆を選んでいってください。今回は納豆の健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい納豆を適切な量食べて健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。